どうも、日本語で喋りましょうの岡堂です。このポッドキャストでは自然な日本語でいろんなテーマについて話しています。すべてのエピソードの振り仮名と英語訳、重要単語リスト付きのスクリプトをパトレオンで公開もしています。お刺身のように新鮮で生の日本語を学びたい人はぜひ最後まで聞いていってください。よろしくお願いします。はい。今日は日本の塾について話したいと思います。で、まず塾って何ですかっていうところから話したいと思います。皆さん聞いたことあるかもしれませんけど、塾は学校の後に勉強しに行く場所です。なので、もちろん皆さんの国と同じように日本でも学校に行ってたくさん勉強しますよね。学生はたくさん勉強します。でも学校の後も勉強する場所があって、それが塾なんです。で、塾ではどうやって勉強するかというと、学校の授業よりもちょっと詳しくでもっとたくさん勉強します。なので僕も実は、学生時代、中学生の時に、塾に行ってました。で、確か平日の火曜日と木曜日なので週に2回ぐらい塾に通ってました。で、どうして塾に行くのかというところも皆さん気になりますよね。で、まずやっぱり塾に行く理由として挙げられるのはテストの点を上げたいからです。やっぱり学校の授業についていけない学生っていうのも中にはいるんですね。で、やっぱりそういう学生がどうやって学校の授業についていくかというと、塾みたいなところでプラスアルファで勉強するんです。そうすることによって学校で理解できなかったことを塾の先生に教えてもらえるので、そこで足りない部分をカバーするんですね。もちろんね、学校の授業で全部わかれば、もうそれは文句がない、完璧なんですけど、やっぱり学校のクラスって、1クラス30人とか40人とかいる場合があるので、学校の先生も頑張って教えてくれますけど、クラスみんな 100% が授業を理解するっていうのは難しいですよね。なので、そういう時に行くのが塾なんです。で、やっぱり皆さんも学校に行ってて思ったと思うんですけど、教科によっては得意不得意っていうのがありますよね。やっぱり苦手な教科がある人は学校の勉強についていけなくなりやすいので、そういう人は自分の苦手な教科だけを塾で勉強するなんていう方法もあります。で、多分塾に行く理由で一番大きいのは、受験だと思います。僕も高校受験のために実は塾に行ってました。なので高校受験のために中学生の時に、塾に行ってました。で、僕の友達とかクラスメートの中でも結構塾に行ってる人は多かったです。もちろんクラスメートとか全員が行ってるわけじゃないですけど、友達の中だったら30%とか40%ぐらい、多分半分もいないですけど、30% ぐらいの人は塾に行ってたんじゃないかなと思います。なので結構多いですよね。で、今ちらっと話したんですけど、受験についても話したいと思います。受験とは何か簡単に説明すると、学校に入るためのテストです。これが受験です。例えば、小学校に入るためのテスト、中学校に入るためのテスト、高校に入るためのテスト、大学に入るためのテスト、いろんなステージで受験があります。でも、小学校で受験したり、中学校を受験したりっていうのは、
ありますけど、ちょっと珍しいです。大抵みんな受験するときは、高校に入るために受験したり、大学に入るために受験するのが一般的です。なので、小学校とか中学校に入るために受験する人はもう本当に親が厳しくていい学校に、子供に行ってほしいっていうような家庭で育った人は小学受験、中学受験とかすると思います。で、特に受験のために塾に行く人が多いんですけど、これなぜかというと、塾では、試験のための問題とか、それから試験を解くためのテクニックとか、そういうところも教えてくれるんです。もちろん、学校の先生もそういうことを教えてくれるんですけど、塾はどちらかというと、そういう受験のスペシャリスト、受験のプロみたいな人たちなので、やっぱり塾の方がより細かく、より受験のために対策した授業というのをしてくれるんです。なので、人気のある高校とか、人気のある大学に入りたい人は結構早くから塾に行き始めます。で、日本ではこの受験がすごく激しいんです。受験の競争がすごい激しいんです。なので、日本では受験戦争なんていう言葉もあります。そのぐらい受験の競争率がすごく高くて大変なんです。で、塾って一言で言ってもいろんなタイプの塾があるんです。例えば一番一般的なのは学習塾です。学校の授業じゃちょっと勉強が足りない人が行くのが学習塾です。それに加えて進学塾という塾もあります。これは試験に合格するための受験に特化した塾のことです。なので結構人気の高校とかに入りたい人は進学塾に行ってそこでさらにたくさん勉強するんですね。で、プラスでもう一つ予備校という塾もあります。予備校というのは大学受験に特化した塾のことです。なので予備校にはすごい高校生がたくさん行きます。で、人気の大学にどうしても入りたいっていう人は浪人してこの予備校に通うんです。で、浪人っていうのはどういう意味かというと、高校を卒業して大学に合格できなかった人たちが次の受験に備えて勉強すること。これが浪人と言います。で、大学に合格してもその大学が自分の一番行きたい大学じゃないっていうパターンもありますよね。そういう時にあえてその大学に入らないで浪人してで一番行きたい大学に行くためにさらに勉強するなんていうパターンもあるんです。で、やっぱり今こうやってちょっと話してみて塾の生活ってすごい大変ですよね。塾だけじゃなくて日本の学生ってすごい大変ですよね。で、学校が終わってからみんな塾に行くので本当に朝から夜まで一日中勉強することになります。でもみんな目標の学校に合格するためにすごいたくさん頑張ってるんですね。僕も中学生の時塾に行ってましたけど、僕の場合は学校が終わってその後部活に行ってで部活が終わってから塾に行ってました。なので本当に朝から夜まですごい忙しかったです。部活に行ってで部活が終わってで塾に行って塾が終わってもう塾が終わって家に帰る頃にはもう日が暮れて夜になってました。そのぐらいもうパンパンなスケジュールだったんですね。本当に忙しかったです。だから僕は個人的に、正直言うと
あんまり塾が好きじゃなかったです。で、やっぱりこれってすごい日本の教育の特徴ですよね。やっぱり日本ではいい学校に行くことがいい仕事につながるって考える人がすごい多いです。なので、例えば仕事を探すとき、就職活動をするときもいい大学に行ってる人はやっぱりそれなりのアドバンテージがあるんですね。だから日本では受験と塾っていうのはすごい大事なんですね。でも僕の自分の学生生活を振り返ってみて、やっぱりめちゃくちゃ忙しかったし、ストレスもたくさん溜まってたと思います。なので僕は個人的に日本の学生にはもうちょっと休んでほしいなと思います。はい。ということで今日は日本の塾について話してみました。皆さんの国には塾や受験がありますか？ぜひコメント欄で教えてください。それから今日の話を聞いて少しでも面白いと思ったら、ポッドキャストのフォロー、YouTube の高評価とチャンネル登録、ぜひよろしくお願いします。それじゃあ最後まで日本語で喋りましょう。聞いてくれてありがとうございます。今日話した内容の振り仮名と英語訳、重要単語リスト付きのスクリプトを読みたい人は、リンクに載っているパトレオンのサイトをぜひチェックしてみてください。そこで話してほしいテーマもリクエストできるので、どしどしメッセージを送ってください。それでは皆さん、さようなら。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。